皆さんおはようございます。おはようございます。私たちは日本一周を終えて静岡県に移住した寺田夫婦です。今回は僕たちが住んでいる富士宮市の隣の富士市観光をしていこうと思っております。はい、地元の方はだいたい富士宮っていうぐらいすごく一体感がある感じがしております。でも富士市を観光した様子とかは撮ったこともないし、自分らとしても本当隣町なので、ちゃんと観光という観光だったりお店に行ったりっていうのは少ないので、ぜひ今回は富士市の方をご紹介していきたいと思います。いくつか気になってるお店とまだ行けていない、前テレビで紹介されていたスポットも行ってみたかったので、こちらとあと海の様子も少し、富士市の方は海もありますので、そちらの様子と富士山を一緒にご紹介できたらなというふうに思います。でまず今回なんですが、以前も来たことがありますベスの家に来ました。で今回の目的としては、最近全然キャンプに行けていないからアウトドア気分をずっと味わいたいなと思っていたんですが、そう寒いからね、富士山の近くに行く勇気もなかったので、そういう目的とちょっとカフェのお店について考えてみたいなっていうのが最近あったので来てみました。はい、今後の、自分たちの暮らしもある程度なんか理想も少しずつは膨らんできてるので、さらに理想を膨らませるためにやってきております。最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは今回もよろしくお願いします。まずほどほどの家。雪だるま作ろう。はいはい、分かった分かった。はい、行きましょうよ。雪だるま外で作るもんです。中で作るものじゃありません。かっけえな。お邪魔します。お邪魔します。なんかこういうのいいなって思う。靴履くときに意外と腰掛けるの必要だもん。大人な空間だね。俺たちこういう系の色選びがちだからね。そうだね。俺が好きなんだよね。でも私の理想はめっちゃ光がやっぱバーって入ってくるような感じは欲しい。キッチン和な感じもありますね。あと北欧風のこのタイル好きだな俺。これね、タイルおしゃれだね。割とコンパクトなイメージのキッチンだな。このリアルなサウンドがいいですね。階段を登ってるって感じがする。いいってやつね。こちらがベッドルームですね。天窓っていうかさ、ああいう窓が少しあるだけでも光の量が違うよね。そうだね。上にあるって大事なんだ。なんか前ここで茶番をしたような気がするんだけど、気のせいか。俺もした気がする。なんかした気がする。すごいね、ここから外が見えるとかっていうのもなるほどって思う。俺さ、こういう場所でするのって憧れるけどさ、俺って外から夜とか見られるの俺好きじゃないじゃん。そうだよね。だから本当に嫌いだよね。だからこのちょうど屋根で隠れるの俺いいなってちょっと思った。あそこ、なるほどね。でも絶対こっち閉めたいんでしょ、夜だったら。俺はそっち閉めたいです。こういうさ、書斎的な場所欲しいの？りょうくん的に。例えばりょうくんだと本は読まないから、ギターを弾いたりとか静かに作業したいみたいな空間が欲しいの？男性ってそういう場所を求めてる人多いイメージがある。確かにプライベート空間欲しいけど、書斎ではなくもう別にリビングで俺は作業できるから、一人で作業するよりかはそっちがいいかも。りょうくんあんまこもるタイプじゃないもんね。そうだね。妻と一緒にいたいっていうことですかね。そうかな。髪を照れ隠しをしているんですきっと。ということで、じゃあ書斎の部屋はいらないということに決定しました。こちら G ログのお家です。私の一個理想とする家の像があって、でこういうちょっと外国チックなこういうとこが欲しい。テラスが欲しいの。こうしてもいいんだけどみたいな。確かにそういうの好きだもんね、あんみね。ちゃんとさ、雨よけみたいになってるじゃん。そこ大事なポイントだよね。大事。雨の日でも外出れるのはいいよな。結構そういうテラスみたいになるお家って多いと思うけど、屋根はないじゃん。こういうとこが欲しい。では入ってみましょう。ドラえもんの風呂敷を持ちながら歩いている妻です。ここにはね、秘密の道具が入ってるんだよ。邪魔します。お邪魔します。さっきより明るい。めっちゃいい感じ。好きなテイストなんじゃない？好きなテイストだ。またこの流れてる曲がいいです。音楽おしゃれ。だいたい入り口周辺はどこの家もこんな感じですぐ靴が抜けるようになってる。
落ち着く空間、めっちゃカフェだ。いい、こういうなんかいいと思います。子供とかがそこで遊んでても見えるしね。確かにね。キッチンがすごくそれこそ話してたタイプ。最近の理想は L 字型キッチンが理想なんだけど、でもこっち向いて作業してたら見えないから、こういうカウンターがあったら喋れるし見れるし、そうだね。よくて、なんかここに机とかあったらもっといい。ちょうどコーヒーあるけど、コーヒー入れながらお客さんと話したりするキッチンの方が俺も好きだな。ここ結構俺すげえって思ったけどな。ここからすぐキッチンに行けるとか、お風呂に行けるところ。広い。こんな広い寝室があったらすごい。なんかここめっちゃいいなって俺思ってしまった。そう、頭に焼き付けときな、そう思ったら、こういう広いタイプのクローゼットは大事だね。こちらがお風呂と洗面台、広風呂があります。ナチュラル系だけどちょっとカフェっぽい感じもあって、そうだね。最近ちょっとナチュラルテイストに惹かれがちかもしれない。なんか明るく見えるじゃんね。低系を選びがちだもんね俺。そうそうそう。薪ストーブもある。あったかい。めっちゃあったかい。また後でマシュマロここで焼いてみたいと思います。ここでマシュマロパンチしたいと思います。マシュマロパンチ、マシュマロパンチだけどして終わりますね。かっこいいお部屋だね。うちらにちょっと似合わないですね。いいじゃないか、見栄を張っても。おお、開放的。何してても見える感じはあるかも。めっちゃ扉大きいね。ね、大きいよね。これはでもりょうくん取り入れた要素でしょ。多分飾りって意味だよね。いやこれ多分懸垂じゃないよね。子供が運転で鍛えるためなんじゃない。最近運動能力が落ちてる子供たち向けに作ってるんじゃないかな。なるほど。お家の中でも運動できる環境。はい。りょうくんの懸垂にしか使われなさそう。2つはいらないんだけど、これぐらい広いと混み合わなくていいよなって思う。朝の時間とかですかね。家族が出たらね。うちらとかもいつもここでさ、でしながら2人でセットしてるじゃん。確かに鏡大きい方がいいね、横が。そうだね。広キッチン。こういうのもいいね。こっち向きのキッチンで後ろもあるとかも確かにありだな。かっけえな、こんなところでコーヒー飲んでたらすげえおしゃれじゃん。お酒とかね。かっこいい。うん、そうだね。かっこいい。めっちゃ洒落てる。かっこいい。こういうスタイルもあるんだな。でもやっぱ窓は低い方がいいですな。薪割りやったことないもんね。ない。キャンプでやるのはね、木の上に木を乗っけてカンカンって割ってるから。割ってみなはれ。えいやよ。割れた。割れた？薪割りって意外と難しいんだね。ポーンポーンって割ってるイメージがあるから。前もそこ座ったぞお前。邪魔します。そっか、ここは土足ゾーンが長いんだ。お、そこまで土足か。面白いよね。やっぱあったかい。うちストーブ使ってるじゃん、スキーストーブ、ああいう匂いではないからまたそれはそれでいいな。そうだね。もう本当に焚き火って感じだけど、焚き火の煙がダクトから出てるから煙くないしね。家の中にも欲しいけどカフェするなら俺薪ストーブは欲しい。欲しいよね。カフェにあるといいよね。なんかクローズ後にさ、2人で今日も頑張ってねって飲めたらいいよね。ちょっと酒飲もうや、あったかいながらでもできそうだよね。こういう置き方もあるんだね。こうやってさ、なってる方ができた料理置いてるとそれぞれ運べるからいいよね。作ってそのまま振り返っておけるみたいな。そんなに横動かなくていいっていうところ意外と大事だもんね。この幅もこれぐらいってちょうどいいね。これレンコンじゃないの？レンコンなのかな。本物だ。すごい参考になるね。このスタイルいい。地に寝室があるんだね。でお風呂か。寝室明るい。
落ち着いた寝室、ちょっとレトロな感じで可愛い。可愛いね。すごいここが一番カフェっぽい感じです。カフェっぽいね。今子供に戻れるならこういう部屋だったらなんかちょっとさ、友達側としては嬉しくない？なんかそうだね。友達の部屋って感じがする。こういうなんか角が好きです、私は。隅っこが隅っこが好きです。隅っこ暮らしですね、まさに。はい、なんかこの部屋の暗さ的なのがめっちゃ可愛い。可愛いね、確かに。なんか大人になっても帰ってきたくなりそうな子供部屋。可愛い。僕の実家ちょっとこれっぽいけどね。似てるけど、まあここまでなんか考えられてないかもしれません。じゃあもうまたここもだ。朝になったら目覚めるよね、ちゃんとこれで。そうだね。空の観察とかができるからさ、空に興味をたくさん持ってくれそうじゃない？網好きそう。好き。なんで宇宙はこうだったんだろう、ね。なんであそこに星星座あったのに今ないのとかって言ってるよ。で俺親としては。なんでだろうねしか言わないでしょ。そう絶対。やめちゃうね。そうだね。じゃあコーヒーとマシュマロで楽しみますかね、最後は。楽しんで自分らの理想のカフェ像についてお話ししましょうか。会議をしましょうか。私はマシュマロを焼く準備をしておくわね。あなた。お前あなたなんて言ったことないし。わあすごい。実際にコーヒー入れれるのいいね。ね、なんかいいじゃん。マスターって感じするよ。こういう生活を体験できる、うち体験ができるのいいね。薪ストーブって手入れ大変そうではあるけど、なんか使えば使うほど味も出て良さそうだなって個人的には思ってるけど、どうなんだろうね。まあ大変は大変だと思うけど、その大変さも楽しむってことなんじゃないの。あとさ、その薪がいるじゃん、薪ストーブだから、薪をどっから調達するかっていう問題もあるよね、場所によっては。まあそうだね。そのめっちゃ都会で街中で薪ストーブ導入したってさ、薪ないじゃん。キャンプとかと一緒で結局買ってこんといかんかったりとかなんだろうけどね。実際雪国に住んでる人たちとかはほとんど薪ストなのかな。無理だろう。一緒にやろう。共同作業だよ。一緒に暮らしを楽しまないと。一緒にいましょう。あったか。めっちゃ高いよ。焦げマシュマロになっちゃった。いただきます。あ、いい感じ。美味しい？うまい。おお、すごい、めっちゃいい感じじゃん。火のつけがすごいいいのはさ、この別にその下から風送られてるわけじゃないんだよね。吸い取られるから。なんか左側にメーターみたいな、なんか排気、風が送られるとこなのかな。多分風入ってきてるよこれ。めっちゃ高い。高すぎる。一瞬で体温まった。コーヒーは遠くていただけないです、マスター。ソリー、どうぞ。いただきます。いただきましたって。おお。全然重さとか測ってないからわかんない。美味しい。マシュマロにぴったり。おお、この深さが合うね。うん、この甘いマシュマロにめっちゃ合う。楽しいマシュマロ焼くの。普通に楽しい。さあ家にあったらこんなことはしないんだろうけどさ、なんか友達来た時とか子供と来た時にやってみなって言える。ねえ、カフェには絶対薪スト置きたいね。これ2個目。なんで2個目よ。さすがのお口でも無理だよ、このマシュマロ一口じゃ。Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing
wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't. いただきます。いただきます。私はバターチキンカレー、りょうくんはバターチキンカレーとキーマのハーフ&ハーフ。器もスプーンもめっちゃおしゃれ。こだわってるね。ねえ、本当は解体される予定だったお家をリメイクしてできたお店みたいです。100年続く歴史を今後に続けるっていう、100年続けるって書いてあった。美味しいカレー。甘さがすごいしっかり出ててコクがある。めっちゃコクあるね。ね、コクの甘みっていうか、この煮込んだ甘みがすごい。でもその後にちゃんとピリピリってしてる。キーマカレーの方は結構ひき肉がしっかり入ってて、辛みは控えめだけど美味しいです。バターチキンカレーめっちゃお肉いっぱい入ってる。ゴロゴロ入ってるね。富士市ってカフェがすごいたくさんあって、富士宮もカフェいっぱいあるんだけど、富士市の方がよりいっぱいあって、職場で教えてもらったパスタ屋さんとかケーキ屋さんとかカフェとかもあるんだけど、全然行けてなくて、ようやくゆっくり来れた気がする。この天気がいいからね、より雰囲気が良くなる。雨の日でも良さそうだけど。富士市はね、工場地帯で結構工場が多かったりするから、そういうイメージがあるんだけど、海もあって富士山も見えて栄えてる。俺らがもともと住んでた宮崎県の場所も、旭化成がいっぱいある場所だから、なんかそれも懐かしくちょっと感じれるよね。宮崎県の延岡市っていうところに住んでて、ここは本当海も見える、工場もあって、山ももちろんあってみたいな。確かにそこの感じに似てるよね。ここはサイフォン式のコーヒー。水出しコーヒーだね。私サイフォン式のコーヒー結構好きで、まろやかな口当たりなイメージがあるから楽しみ。確かにすっきりするよね。まっすぐ置いた方が良さそう。真ん中から取っても良さそうだけど。いっぱい入ってる。こういうもこだわってるんだ。珍しい。あったかかったからすごいすっきりして美味しい。この庭園を見ながらっていいな。絵になるね。こういう形のカフェもありなんだなって思いましたね。思った。古民家だけど全然古さを感じさせないような。ジンカフェのホームページは見から先見せてもらったけど、当時の大工さんのこだわりを残したまんまこちらのお店を改装したっていうような感じで書いてあったけど、裁縫やっぱ熱々だね。めっちゃ熱々。苦すぎないし、口に含んだ時のというか、口当たりが軟水を飲んでる時の感覚に似てるっていう感じ。なんだこの氷は。コーヒー氷っぽく見えるけど違うのかな。お花咲いてるみたい。この中で美味しいでございます。このお店あれだね、年配の方にも人気だろう。居心地もいいし、席数もあるし、めっちゃ広いよね。なんか広い。自分らの年ぐらい30代とか20代後半の人とかでもちょっとゆっくりお茶したいなとか、悩み事相談とかできそうじゃない。コーヒーいっぱい入ってて嬉しい。とてもみさんが気に入ったようでよかったですね。富士の国田子の浦港公園にやってきました。こちらは海も富士山も見えます。僕は3回目で、アミは2回目。でっかい船もあって子供たちもここで遊ぶのは楽しいと思います。本当に海の横にあって、先ほどのカフェから5分ちょっとぐらい行ったところにあるんですけど、もう前回来た時も幼稚園生か保育園生来てたね。よく来てんだろうね、ここに。ね、いいとこだもん。広いし。ここは富士山の登山ルートって書いてあるよ。起点だって。ここ起点なんだね。海抜0メートルから山頂を目指す全長約42キロメートルの新たな登山ルートなんだって。そうなんだ。知らなかった。遠すぎるよ、こっから。こっからそこまで登るって考えるとすごいね。だって富士宮までこっからだと30分ぐらい車でもかかるのに。ちゃんとボックスあるし、すげえ。これに挑戦する人もいるんだね。こちらはなんか地元の方たちのお話も聞くと、散歩コースとしても使われているようです。釣りしてる人もいたしね。ロードバイクでここに来てる人も前回もいたけど、今日もいたね。今日もいるね。
前回来た時はこのすぐ近くにある田子の浦漁港みたいなところで食堂があってしらすを食べられるんですけど、ちょうど今の時期は休業期間なので、また春になったら生しらすを食べられます。それに登って富士山と海、富士の街を見下ろしましょう。1番目まで登ってきました。今日はね、すっごく綺麗に見えてる。こんな感じで見えております。前回来た時こんな見えんかったもんね。見えんかった。ここから見るとまっすぐ目の前が富士山、その右手に二つ塚、そのポコってしてるのが特に富士宮から見える富士山の特徴、それ宝永山。宝永山。二つ塚はこれ。そうそう、亀山みたいな。箱根見えるんじゃない？箱根今日見えてる。箱根あれだ。本当だ。山の向こうだよね。そうそう、ボコボコしてるとこ。この辺箱根周辺です。南側に行きますよ。はい。南側に来るとだるま山、天城山、下田の方ですね。ここに姉妹富士っていう伝説があるらしいです。伊豆の民話では長女、次女、三女、三姉妹だったと。下田富士は自分の姿になぎ隠れるように屏風として天城山を建てました。長女は自分の姿になぎってしまったんですね。で駿河の富士、富士山は姉の顔を見たくて背伸びをし続けたので背が高くなってしまいましたっていう民話があるんだって。面白いね。ちょっと白くかすんではいますけど、ちゃんとここからも伊豆方面が見えます。駿河は完全に海です。富士島で降りてくるとこういう風に海が見えるということですね。こちらの住む富士宮から海を見えるってなるとあんまり見えないんですけど、富士まで降りてくると海の感じが出る。実際ここの場所めっちゃすごいと思います。今日は本当に綺麗にさ、360度すべての景色が見えてるから、素晴らしいですね。今日はこちらの方面も見えております。西側です。西側は日本平と言われる、それも富士山が見える有名なスポットがあって、自分たちがいた時には全然富士山見えなかったんだけど、夏行った時やね。あっち側に日本平とかだから静岡市の方だね。そうだね。が見えておりまして、こちらが静岡市方面でございます。富士市の特徴、やっぱり工業地帯となっていて旭化成も多いので、赤白の煙突が見えたりとか、以前僕たちも岳南電車に乗ったんですけど、そういった電車で工業地帯を走れる夜のツアーとかあるんだよね。いうのもあるみたいです。最近めちゃくちゃ寒かったから富士山もまた雪が増えてます。ちなみにしらすを食べるとこはここです。見えてます。そう、田子の浦しらす。漁協食堂か。めっちゃここの近くだからしらすを食べに来たついでにぜひここにも訪れてみてください。じゃあ本日はもう一個あれと富士山を一緒に綺麗に見る場所がありますので、こちらにも行って今回は終わりにしたいと思います。しらすになりきっています。はい、取るよ。はい、しらす。はい、よかった。はい、しらす。はい、しらす。どんぶらこ、どんぶらこ。網は川に流されてやっていきます。これは大きな網じゃ。おばあさんは川へ洗濯に行きました。身が分からなくなってきたね。網太郎伝説でした。こちらも富士市にあります大淵笹場にやってきました。はい、ここは富士山の撮影スポットでちゃんと駐車場も完備されてて、第2駐車場もあって、なんとトイレまでもあって、ちゃんと公式的に撮影できるスポットになっています。茶畑と富士山が一緒に撮影できるんですが、電柱が地中に埋められているということで、富士山を撮るときに電柱が邪魔しないというスポットになってるそうです。俺もテレビで見たことがあっていつか行きたいなって思ってたんですけど、私次これやりたい。この衣装着てやりたい。茶娘になりたい。似合いそうだね。
1名2000円で30分衣装体験を、私はね茶摘み体験は1000円。茶摘みしてみたいなって思ってたんだよね、一度は。体験もできるんだ。いいよね。あとはここのテラスもあるんだって。完全予約制の飲食持ち込み自由の茶園内に3カ所、1名4000円だって。120分茶の間セット含む。でオプションにこの衣装を借りるっていうのがあるんだって。売店もあるらしいよ。今日はですね、ちょっと今午前中のような天気の良さではないんですけど、富士山は見えるけど茶畑自体がちょっと色がね、今時期じゃないからね。時期じゃない感じ。ちなみに駐車場は第一駐車場20台以上止められるかな。ね、第二駐車場はねちょっと離れてたかな。結構歩く歩くには。感じだね。こちらが富士山と茶畑大淵笹場の景色でございます。すごい。やっぱすごいスポットだね。これフォトスポットだね。国際も見たかった大淵笹場って書いてある。こんな感じです。いい感じいい感じとは言えませんが、ここにも売店があるみたい。すごい。雪降ってる時そんなになってるってことは数日前こんな状態だったのかもね。どうだろうね。ここまで降る時ってよっぽどだよね。めっちゃ降ってる。売店の方に聞いたら今はちょうど閑散期っていうことで、一番の閑散期って言ってたね今が。人一人いません。すごく静か。時期としては3月末から4月にかけて新芽が生え始めて、もう4、5月はめっちゃ人多いらしいね。忙しいって言ってたから。上から見下ろす駿河湾も綺麗ですよって教えてくださって、この中は道のところは歩いていけるって言ってたから、上までせっかくだから歩いてみよう。上まで来た。おお、見て、駿河湾が見える。本当にこちら側に海が見えます。綺麗だね。おすすめしてもらえてよかったね。多分知らずに終わってたかもしれない。今日ベスの家に言われたからね。そうそう、教えてくれた。なんかこういう場所があるのは知ってたけど、なんていう名前かは知らなかったから。意外とね、移住したものの出かける頻度が高いわけじゃないし、つい外に出がちだから、近場にもこんないいところがあるってことを改めて知れました。こちらの木は今こんな色してますけど、お茶の木すっごい綺麗な黄緑になるそうなので、その時期にまた来たいと思います。僕らは蛍光黄緑ぐらい、すごい黄緑らしくて、3月下旬から4月にかけてがやっぱすごく人が多くなるらしいです。次は自転車で来ようねって約束したね。いや俺はいいんだけど、あなたが途中でやっぱりやめとけばよかったって言わければいいよ。いや大丈夫、すごい山道なかったから大丈夫そう。大丈夫だと思いじゃあます。こちらにはチャリで来ましょうかね。チャリで来よう。ああ、ここか。本当にお茶畑いっぱいお茶会ができるんですね。ここはおすすめなスポットですな。ね、あの雲なんか美味しそうだね。綿菓子みたい。なんか雪雲っぽい気もするけど。これにて1日の富士市観光終了となります。はい。大淵笹場は令和元年に整備されたそうで、こういった風に駐車場とか売店もなのかな、そういったところも綺麗に整備されて見られるようになったそうです。大事にしていきたいですね。みたいですね。はい。自分たちも富士市は何か所か行ったことありますけど、この動画でどんな場所かっていうのが伝われば嬉しいです。はい、今後の自分たちの暮らしとかより夢への理想も膨らみまして、とりあえずは静岡移住生活をさらに楽しんでいけたらなと改めて思った機会になりました。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。富士山。何がいい？これしかない。でも背を大きくした方がいいんじゃない？で広げたら隠れる。のこ食べようかな。美味しかった。この後ご飯食べ行くよ。やめといた方がいいと思うよ。食べたいの？向こう半分しようぜ。